こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、ドズル中将とドズル中将の部下がかっこよすぎました。ああいう人がいるのがジオンであり、朝倉大佐みたいな人がいるのもジオンなのです。ということでちょっと久々の動画です。久々にドラクエ3やってたらやりすぎました。ということで本日の乗り換えです。今回のステージもエマさんはガンダムマーク2で張り切っております。カミーユ連れてっていいんで早くエマさん返してくれませんかね。ちなみにこの再活も G ディフェンサーに強制乗り換えらしいです。なんか製品バージョンによってはエマさんと勝つじゃなくて、カミーユがゼータに強制乗り換えらしいですが、白っ子が出てくるポセイダルルートはわかるけど、DC ルートでもここで強制乗り換えになる意味とは、話数の設定がめんどくさかったんでしょうね。そういえば DC の設立理由そんなのでしたね。ビアン博士が草場の陰で泣いております。議連総帥完全に混乱しております。そりゃ記憶吹っ飛んでたら混乱しますよね。酔っ払うと記憶なくすタイプの人はみんなこんな経験してるんでしょうか。ブライト艦長は遊ぶもの。艦長とはアイドル的な存在であればいいって、なでしこで言ってました。シナリオスタートです。なんか戦場でイチャついてるカップルがいた気がしますが、あのカップルたちは基本動いてこないので無視しましょう。ということで DC のラストステージです。これでもかってくらいネームドキャラがひしめいております。ギレン、シリア、ハマーン、マシュマー、ゴットン、イリア、ラカン、ハゲ、ガトー、カリウス、シーマ、シャリアブル。さすがに多すぎませんかね。まあここまでで退場したのケリーさんだけですしね。やらせはしない。なんだと。そして今回もいつも通り強化兵がいます。ゲイマルクとエルメスに乗ってるのが強化兵なので、5人ですね。ちなみになぜかこのステージのエルメスは無改造なので、めちゃくちゃ弱いです。機体性能はともかく、エルメスの武器は常に6段階改造ぐらいされていたので、攻撃力はやたらと低くなってます。ひとまず近くにいるドーベンウルフ、ザク3、エルメスから片付けていきましょう。
とにかくネームドキャラが多いので、雑魚の処理はさっさと済ませてしまいたいところです。ただし、今回は長丁場が予想されるので、メタスには2回行動可能なスレッガーさんを乗せてます。なのでその分戦闘が行える2回行動キャラが少なくなってますが、さらっと前回のステージの精神ポイントボーナスでレッシーさんのレベルが上がり、2回行動できるようになってました。ヌーベルディザードはとにかく射程が短いことが一番の弱点で、戦闘に参加できないことが多かったので、これからは主戦力になっていける可能性はあります。あくまでも可能性。そういえば今回のステージでは戦艦がラーカイラム強制出撃になっていますね。エレ様が出られないので、必然的にチャムもお休みです。つまるところサイドウ、必中、激励2人を失うわけで、戦力低下は大きいです。ブライトさんは一応信頼は覚えていますが、ぶっちゃけ回って感じですね。ちなみに戦艦の強制出撃はこの先も多く、DC ルートに関してはエレ様ちゃんと出撃できる時の方が少ないまであります。シナリオの展開的に、ラーカイラムかエクセリオンの強制出撃が非常に多いですね。どうせお前らエクセリオン使ってるから強制出撃でもいいだろという声が聞こえてきそうです。ということでエルメスを2機とも撃墜。あっさりでした。観念するんだな。そこか。ごめん。この羅漢だから、この程度でやられません。羅漢さんは面倒なことに暗礁中域にいます。ただ、2回行動できるようになったらしいので、このまま反撃で削ってしまいましょう。当たらないメガランチャーばっかり撃ってくれる限りは全く怖くないですね。頼むからインコムは撃たないでください。ひとまず特に近づいてくる敵はいなさそうです。それならこのまま雑魚から先に倒してしまいましょう。すぐ近くに羅漢、ハゲ、その後ろにマシュマーとイリアがいるので、下手に前には行けませんからね。羅漢とハゲはともかく、マシュマーとイリアは距離の詰め方間違えると軽く犠牲者が出ますから、要注意です。前回のステージでも言った気がしますが、イリアと強化兵の乗っているゲイマルクはファンネルの射程が長く、射程8という長射程から攻撃を仕掛けてきます。まるでガンタンクのよう。さらには当たり前のように2回行動してくる上に、高威力のマップ兵器を持ってるので、移動し始めのターンに一気にやられる可能性も十分にあり得ます。挑発とか使って安全に倒していけるならいいですが、使えるのは現在ビルギットだけなので、精神ポイントは大事にしていきたいところです。おかしいな。ヌーベルディザードが強く見える。まるで夢を見ているよう。ポセイダルルートではウイングチームに改造費分取られていたので、しっかりと改造できませんでしたからね。ヌーベルディザードだって強くなれるんだって、思います。パワーランチャーの攻撃力はエルガイムマーク2と同じですからね。運動性とかは正直どう頑張っても限界あるので、エルガイムマーク2みたいな回避キャラにはなれなさそうですが、ヘビーメタルは走行が高めなので、それを活かしたそこそこの回避率を出しつつ一発耐える機体として使っていくのが良さそうです。被弾は前提なのはいつものことですよね。ということで雑魚全滅。羅漢さん、あなた反撃ではインコムなのね。インコムだとちょっと命中率があるのが気になります。まあでもメタスはまだ行動してないので、当たっても回復が間に合うでしょう。
見切りました。避けてくれるなら何の問題もないです。羅漢さんはあと一撃といったところですが、一旦後回し。先にハゲを削りに行きましょう。そこはまだだ。まだやらせん。これで終わりだ。させるかよ。 HP は少ないものの、相変わらず驚異的な硬さのバウです。アッシマーを思い出す走行してます。いや、正面か。撃つよ。バカな、この俺が。羅漢さん撃墜。ポセイダルルートの時の、周りがハゲ以外全員強化兵で雑魚よりも弱いという絶望よりはいい結末だったのではないでしょうか。そっちがひどすぎるだけですね。行くぞ。この程度ならまだいける。マシュマーが攻撃してきました。さらっと降参、めちゃピンチです。と思ったら一発避けてくれました。というかイリアは動いてこなかったので、当たってもギリギリ大丈夫でしたね。というか属3回走行高いな。どうやらバウよりも50ほど高いようです。代わりに運動性はバウの方が15ほど高いですが、マシュマーが強化人間なので余裕でこっちの方が強いですね。部活なのよ。意外と手強い。くらえ。かわせた。そしてハゲの特徴でもあるシールド防御。非常に高確率でシールド防御を行う、厄介さよ。これのせいで HP が少ないのに少なく感じないという。もらった。何？やられただと？ハゲ5臨終。最後の最後でシールド防御は出ませんでした。命中率は十分。ここでマシュマーも一気に減らしておきたいところですね。エマさんの激励も使って火力アップです。もらった。パワーが上がらんではないか。私が相手だ。無駄だ。私はやられん。このマシマーセロ、己の肉が骨から研ぎ取れるまで戦う。マシュマー強化しすぎる。これは強化しすぎですね。ポセイダルルートではど根性とか使ってきましたが、こっちのルートでは使わないようです。良心的ですね。そこか。しまった。出直しだ。ハマーン様、万歳。くそ、出来の悪い上司を持つとフォローするのも命がけだ。ということでマシュマー撃墜。なんかゴットンにとんでもない精神コマンドがかかりましたが、魂必中鉄壁って、こんなにかかるのってマウアー落とされた時のジェリドか、セテ落とされた時のロスくらいなんですが、どちらも恋人レベルなんですが、というかイリアにしてもゴットンにしても、ボイス付きとは珍しいですね。落とされてボイスがあるのはアントンとヘッケラーぐらいですからね。
ということでエリアに挑発をしよう。危険な奴はおびき出して叩くことにします。忘れてたように横からハンマがやってきました。いたの忘れてました。そしてゴットンは2回行動できないので誰にも届かず、魂以外は消えます。あとは誰かで適当に攻撃して、魂だけ消しておきましょう。これでいつも通りのゴットン。ってなんだこのエンドラ。運動性175、走行3400。ラク3回より強いじゃないか。これはウィル・ウィクスに次ぐレベル。あれはドレイクも頭おかしい性能だったから。やるじゃないか。気にな。よし、かわした。ということで挑発をかけたエリアの処理に移りましょう。見事にど真ん中に来てくれたので、全員の射程内です。これなら熱血とか使わなくても、ひらめきで十分ですね。ゲイマルクは盾がないので、ダメージが安定してくれるのはありがたいです。やはりこのゲーム最強は盾と切り払い。決める。何？やられた？イリアさん撃墜。本編でやられてないキャラなので、死にセリフはもちろんオリジナルです。ということでハンマ部隊も撃墜。思ったより火力がありましたが、所詮はエリート兵って感じだったのでバッサリカットです。さて、だいぶ敵が減ってきて、雑魚と言える雑魚は残りはザク3ぐらいでしょうか。名前がないという意味ではもちろんゲイマルクの強化兵がいますが、あれは扱い的に雑魚じゃないので。なんかすごいところから攻撃されました。射程ちゃんと見てなかった。届いてたのね。さあゲイマルクがもりもりとやってきました。ネームドキャラは未だに動いてきませんが、先に強化兵だけ来るという流れのようです。真ん中のゲイマルクはちょっと移動してきてくれたからいいけど、問題は残りの2体だな。下のやつは下手に近づくとシャリアブルの射程内に入る。上のやつは下手するとハマーン様の射程に入ると、なかなかに厄介な状況。やはり何かと便利なケイラギギナギナ。ケイラさんの活躍が多くてにっこりです。当たるか当たらないかの微妙なラインでしたが、なんと落とせませんでした。それはちょっと予想してなかった。まあ当ててくれたので何でもいいです。いけるぞバーニー。
どうせバーミーに節約する精神ポイントなんて必要ないからな。うわーしまった直撃か。バーニー、強化兵を倒すの巻。正直当てると思ってなかった。なんかいいところにいたのでバスラン。ちょうどよく削れましたね。さて、あの手前のゲイマルクだけは落としておきたいところですね。奥のやつは仕方ないとして、手前のは倒しておかないとめんどくさそうだしな。エンドラが攻撃避けるの、初めて見たかもしれない。エンドラの機動力ならば、この程度とでもいったところでしょうか。ロイット避けるエンドラに、違和感しかない。熱血をかけて確実にゲイマルクを撃墜。今ターン中に落としきるにはこれしかなさそうでしたからね。ちなみにエンドラですが、なんと射程が5までしかありません。まるでヌーベルディザードのようだ。ということで、射程6からなら反撃に気を使わずに攻撃ができます。射程7だとインコムみたいな武装だったり、ベスバーみたいな武装になるけど、射程6だと普通にビームライフルが撃てますからね。やってくれたな。くっそ、卑怯な真似を。世紀の弱気対決。キース VS ゴットン。サブタイトルにキース VS ゴットンってついてて見たくなるという層はまず一人もいないと思います。そして被弾する降参。ある意味いつも通り。S91 はエネルギーが完全になくなってしまったので、ケオで補給を使いましょう。ビギナギナも残りエネルギーが怪しいんですが、こちらは騙しやっていくしかなさそうです。嫌だからなんで被弾する。相変わらずすぎて困る。ビギナギナはあと2発といったところでしょうか。エネルギー回復の地形効果があるのが、場を空くしかないので、あそこまで行ければって感じですね。あそこにはすでに鎮座してる方々がいらっしゃいますけどね。あ、降参やばいかこれ。被弾したものの、ギリギリ耐えました。まず被弾しないという選択肢はないんでしょうか。攻撃力が控えめだったので助かりましたね。そして左からはデラーズフリート5一行がやってきました。この人たちは相変わらずって感じですが、色々とこのステージではイベントがあるので、後回しです。とりあえずはこの危険なゲイマルクと、散々降参に攻撃を当てまくったゴットンを処理しましょう。ゲイマルクもダバさんの射程内にいるので、一気に削りに行きます。やってくれたな。気力が上がってきているので、ダバさん手がつけられないです。さっきから 40% ぐらいのファンネルやらインコムやら、全部避けてますね。降参、見習ってくれませんか。ということでゲイマルクは全滅。このステージの危険物が一つ潰れた感じですね。というか危険物多すぎなステージなんですけどね。ということでミリまで削ってあるゴットンもこのまま落としてしまいましょう。アムは届かないし、幸運使うと愛が使えなくなるので、ここは譲ります。ダメだ。
激つい。最後の最後がマシュマーに対してすまねえってなるの、好き。さて、このザビさんたちですが、シリアには挑発が効かないものの、ギレンには効くみたいです。ということでギレンに挑発をしよう。イベント発生のためにギレンを削る必要があるので、先に叩かせてもらうとしましょう。どっちにしてもバオは空上にいたら硬すぎてやってられませんからね。ということで、今回は長いので分割です。この辺は長丁場のステージが多くなりますからね。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。